今回はタロットカードシリーズです。タロットカードにあるストーリーをお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミア開幕です。カード番号0、愚者。俺は高校を卒業すると家からほど近い工場に勤め出した。友達のほとんどが大学に進学する中、なんで就職したかというと、大して勉強に興味がなかったことと、家に金がなかったためだ。本当なら高校だって行かせるのは大変だったと思う。それでも高校だけは出ておいた方がいいという親の考えで、俺はバイトしながら高校を卒業することができた。工場勤務は思っていた以上にきつかった。重いものを持つくらいのことは若さで乗り切れたが、口調の荒い先輩や高卒を虫けら扱いする上司にはうんざりだった。それでも働き続けたのは、働かないと食っていけないという現実があるからだ。嫌だろうと何だろうと現実を無視することなんてできない。食わないと生きていけないのはいつの時代だって変わらないんだから。そんな俺の気持ちが徐々に変わりだしたのは同僚の結婚式だった。きれいな奥さんの横で笑う同僚、それを見て羨ましがってる同僚、親が結婚ってうるさいから、この際誰でもいいから結婚急がないとならないとぼやく先輩、その他にも何年も前に結婚したやつは結婚だけが人生じゃないさと苦笑いを浮かべていた。そうは言いながらもどこか余裕を感じたけどね。そんな連中の姿を見ていて、俺は不思議な違和感を覚えた。誰もが口を揃えて結婚が幸せだという。それだけが人生じゃないと言いながらも余裕を感じさせ、幸せそうに笑っているのだ。だが本当にそれだけなのか？俺には彼女なんていないし、もちろん結婚したい相手もいない。だからこんなことを考えるのかもしれないけど、それでも疑問が生まれたのは事実だ。そしてそんな些細な疑問が生まれたことによって、俺はさらなる疑問を生むこととなった。高校を卒業し、雇ってもらったからと長いこと工場で働いてきたが、これが本当の俺なのだろうか。これでいいのか。もしかしたらもっと別の生きる道があるのではないか。工場に勤めていても一生このままうだつの上がらない人生を送るのではないか。かつては彼女が欲しい、恋人が欲しいと思ったこともあるが、今となってはそんな存在がいないことこそが自由なんじゃないかとさえ思えてくる。自由。やりがいの生まれない仕事を毎日こなし、同じ時間に同じように行動することが本当の俺なのか。もっとやりたいことがあるんじゃないか。そんな疑問が生まれた俺は、ネットであらゆるものを検索してみた。高卒の俺にできること、俺にしかできないこと、きっとどこかにそれがあるんじゃないか。しかし、だからといって今の会社を辞めてどうなる？明日からの俺はどうやって食べていけばいいんだ。食べるために働き、働いた金で遊んでもきた。両親だって俺が働いていることで安心して暮らしていられる。それらをすべて捨てて
俺は旅立てるのか。だが世の中には会社を辞めて新たな世界で活躍している人がたくさんいるじゃないか。だったら俺だって今のままの方が安定していて幸せだという安心感と、もっと自分らしく生きる道があるんじゃないかという希望とが交錯し、俺は何日も何ヶ月も悩み続けた。できることなら自分らしく生きたい。今の自分が自分本来だとはどうしても思えなくなっていた。こうして俺は半年ほど悩んだ結果、自分らしくあるための第一歩を踏み出す決意をした。はあ？会社を辞めるって？バカなんじゃないのかお前。辞めてどうするんだよ。食っていけるのかよ。こう言って俺の決意をあからさまに否定してくれたのは、高校卒業後一緒に働いてきた同僚のやすしだった。やすしとは一緒に飲みに行ったり、ゲーセンやパチンコ、カラオケなんかで会社の愚痴を言い合ってきた仲だ。俺のことを一番の友達だと思ってくれていることを俺は知っている。だからこそ一番最初に俺の決意を明かし、背中を押してほしかったんだが、いや、そこまで言うかよ。笑ってられるような話じゃないだろ。これが冗談なら笑ってやるけど、本気なんだろ。うん、本気だよ。だから笑えないんだよ。バカだと思ってたけど、そこまでバカなのかよ。会社を辞めるが次の職場は決まってない。何をしたいのかも分かってない。ただ自分らしく生きたいとかってかっこつけてられるような年齢じゃないだろ。厨房かよ。そうは言うけど、みんなと同じことしてるのが本当の幸せとは思えないんだよ。もしかしたら俺にしかできないことがあるかもしれないだろう。それはちゃんと足元を固めてから聞きたい決意だよ。夢に向かってチャレンジするとかかっこつけてるけど、単なる無謀としか言いようがないだろう。結局やめろと一点張りで、これ以上話しても平行線だし、俺の崇高な思考を理解してもらえないと思った俺は話途中で帰ることにした。やすしは俺を追いかけようとしたようだが、俺の決意を背中に感じたのか追いかけては来なかった。友達のやすしがあの調子だと両親に話したらなんて言われるかとちょっとビクビクものだったが、俺は意を決して親に俺の気持ちを全部話した。すると思った通り怒鳴られた。挙句に夢は寝てみろとまで言われた。何日もかけて話し合ったが、俺の気持ちが変わらない上に辞表を会社に出したことを知ると、家から出て行けと言われたので、俺は家を出ることにした。確かにバカな行動なのかもしれないが、もしかしたらものすごい未来が待っているのかもしれないじゃないか。俺は今まで貯金してきた金と最低限の荷物を持つと家を出た。行く先は安アパートだ。俺の未来は俺がつかむ。決められた道を歩くなんて俺には合わないんだ。こうして俺はこの先何があるかもわからない未来へと一歩を踏み出したわけだ。もちろん親元から追い出され、少額の貯金と少ない荷物を持っての一人暮らしだ。大変なことは承知している。何ができるかも分かってないし、何がしたいかも分からない。それでもきっと未来は明るいと俺は信じてるんだ。いかがでしたか？タロットカードの1枚目は0番の愚者で、新たな旅の始まりを意味しています。現代調ということで、
新たな人生の始まりを物語にしました。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。